今回はスイッチでタダで遊べて、なおかつ課金なんてしなくたって十分に楽しむことができる神ゲーを5選紹介いたします。最近では無料のゲームといえど侮ることのできないクオリティの高い作品が数多く出ています。ぜひ最後までご視聴ください。それではどうぞ。最初に紹介する神ゲーはこちら、スーパーマリオブラザーズ35です。今作の配信開始が2020年10月1日で、2021年3月31日までの期間限定で無料配信されているゲーム。開発元はアリカという会社で、ロックマンエグゼやストリートファイターなど超人気作品を開発している会社で、横スクロールアクションバトルロイヤルゲームになっています。今作のルールは簡単。35人同時オンラインで昔懐かしのスーパーマリオブラザーズをプレイし、最後の一人になるまで生き残るゲーム内容になっています。それでは今作が無料でありながらもどこが神ゲーなのか、ポイントは2つあります。まず1つ目は、昔のゲームでありながら全くの新作ゲームになっているという点。今作ではスーパーマリオブラザーズという昭和60年代に発売されたファミコンのゲームがベースになっている作品なんですが、このゲーム性をそのままにバトルロイヤルというただそれだけの要素を加えただけで全くの新作ゲームになっているんです。プレイヤーはワールド1からステージを順番にクリアしていき、その中でクリボーを倒したりコインを集めたりすることで制限時間を増やしたり、残りの34人のプレイヤーにクリボーを送りつけたりして最後まで生き残れば勝利というゲームになっているので、従来の敵にやられてしまう緊張感に加え、オンラインプレイヤーをいかにして倒すかを考えながらプレイしなければならないため、戦略性も必要になってきます。2つ目の神ゲーポイントは、バトルロイヤルでありながらも接触がない点。今作ではバトルロイヤルというシステムを採用していますが、まずバトルロイヤルと聞いて思い出すゲームといえば何でしょうか。フォートナイトや PUBG、 この辺りだと思いますが、この辺の作品って銃や爆弾で直接的に倒すという行為が発生しますよね。そういった行為には少なからず抵抗があるユーザーも少なくはないのではないでしょうか。僕自身バトルロイヤルといったゲームが得意ではなく、相手に煽られたら嫌だとか、チーム戦だと迷惑をかけるのが嫌だとか、そういった理由であまりプレイしていませんでした。実際にこういった方って一定数いると思うんですが、今作のスーパーマリオブラザーズ35では直接的攻撃がないため、いい意味でオンライン感を感じさせないので、王道のバトルロイヤル系が苦手な方にでも気軽に楽しめる作品だと思います。間接的な攻撃はありますが、あくまでもクリボーとして登場するので、相手プレイヤーに嫌がらせされたとかの心配も無用になっています。2番目に紹介するゲームはこちら、スペルブレイクです。今作は2020年9月3日から配信開始されたバトルロイヤルゲームになっています。開発元はプロレタリアという会社で、スイッチの機種の他に PS4、PC 版、Xbox One とほぼ全ての機種でプレイすることが可能となっています。今作のゲームを分かりやすく説明すると、最大42人でのオンラインマルチプレイで、プレイヤーは銃や武器の代わりに魔法を使って相手を倒し、最後の1人になれば優勝、クリアになります。ソロモードと3人でチームを組むスクワットモードの2つのモードが用意されているので、友達と一緒にプレイすることも可能。それでは今作のどこが神ゲーなのか、ポイントは2つあります。1つ目は初心者でも優しい設定な点。バトルロイヤルのゲームって基本的に HP が全てなくなったら即負けになるので、銃のエイム力だったりポジションの位置取りだったりっていうのがかなり重要になってくると思うんですが、今作では HP の他にアーマーというものがあり、そのアーマーゲージを減らしてから HP を減らすという流れになっているんですね。なのでもし不意打ちで攻撃されたとしても、倒されるまでに結構時間があるので、一度撤退してまた再度戦闘するということが簡単にできます。さらにはアビリティなども使用でき、瞬時に別の場所へワープしたり飛んで逃げたりするものまであるので、出会ったら即死亡というのが起きにくいゲームになっていました。僕自身初めてやって残り8人までに残ることができ、要領をつかんでもう一度プレイしたら最後の2人になるまで生き残れたので、かなり新規にも優しい仕様だと感じました。2つ目は魔法で戦うという点。バトルロイヤルでは一般的に銃や武器などを使用して相手を倒すゲームが多いですよね。フォートナイトしかり PUBG しかりなので、どのゲームも似通ったゲームになりがちですが、今作では魔法でしか倒す手段はありません。銃などは一切使用できないんですね。なので最初に数種類の魔法から1つ選びゲーム開始になるのですが、最大魔法は2つまで装備が可能で、1つはゲームを開始してからの入手になります。エフェクトなどもかっこいいものからド派手なものまであり、敵と遭遇した時はかなり派手な戦闘になるところも魅力の一つですね。今作の課金要素はプレイヤーの見た目やジャンプ値のエフェクトなどゲームプレイに直接関わってくるものは一切なく、全員が平等に楽しむことができるようになっているので、プレイヤーの見た目などを気にしなければ全く問題ない神ゲー作品なので、ぜひ一度プレイしてみてください。
3番目に紹介するゲームはこちら、アスファルト9レジェンズです。今作はスイッチで2019年10月9日に配信開始になったアスファルトシリーズ13作品目の作品のレースゲームになっています。開発元はゲームロフトというフランスの会社で数々の人気ゲームを開発している会社でもあります。今作のゲームは動画を見てわかる通り車のレースゲームになっており、今作で登場する車は全て実在する自動車になっているそうです。フェラーリやポルシェなど誰もが知る車を操縦して順位を競うレースやタイムを競うレースなど全部で4つのレースモードが用意されています。それでは今作のどこが神ゲーなのか、ポイントは2つあります。1つ目は爽快感のあるゲーム性。今作はとにかく操作していてマジで爽快感マックスなゲーム性になっています。まずはレース中、相手にスピンなどの妨害をすることで相手のマシンを大破させることができるんですが、もう文字通り大破ですので吹っ飛びます。大破させることで自分のマシンのブーストゲージなどがもらえるので、積極的に大破して爽快感、ブーストゲージもゲットと一石二鳥のゲーム性になっています。またレースゲームではおなじみのニトロブーストもただのブーストだけではなく、いくつかの段階に分かれており、状況に応じてブーストも変えていく必要があり、かなり戦略も必要になってきます。ただ今作ではレースの半分はブーストを使っているイメージなので、とにかくニトロブーストで速く走って相手のマシンを大破させることが今作の鍵になってくるところ。2つ目は膨大な数のマシン。今作では D から S クラスで自動車が分けられているのですが、それらを全て合わせるとなんと100種類近くのマシンが用意されています。日本国内で言えば日産リーフや三菱の車だったり、全然車が興味のない方でも聞いたことのあるフェラーリやポルシェなど、速そうな車やおしゃれな車までめちゃくちゃ用意されているんですね。ですので同じレースでも車を変えることにより常に新鮮さが出るので飽きないです。先ほど車は実在するものしか登場しないと言いましたが、車だけでなくコースも同じで実在する国や地域をモデルに作成されているらしいので、無料でありながらもここまでこだわっている点はまさに神ゲーと言わざるを得ないでしょう。今作では短時間に何回もプレイすることができないので、その辺はソシャゲと同じでスタミナの概念があります。なのでそれをスキップするための課金だったり、車をゲットするためのトークンというものを買うことが可能になっています。トークンを買うことですぐに新しい車をゲットすることができますが、無課金でもミッションをクリアすればトークンはゲットできるので、課金しなくても十分に楽しめる作品。無料だからぜひプレイしてもらいたい作品第1位と言っても過言ではないレベル。4番目に紹介するゲームはこちら、レルムロイヤルです。今作は2018年6月5日に配信開始になった TBS サバイバルゲームになっています。開発元はハイレゾスタジオというアメリカの会社で、本来はパラディンズというゲームのバトルロイヤルモードとして開発されていましたが、単独タイトルとしてリリースされた作品になっています。本作のゲーム内容を分かりやすく説明すると、ソロ、タッグ、フォーマンセルの3つの種類が用意されており、最大100人のプレイヤーの中で最後の1人になることを目指すゲームになっています。要は PUBG と同じゲームですね。それでは今作のどこが神ゲーなのか、その理由は2つあります。まず1つ目は初心者でも生き残りやすいゲーム性という点。今作では HP の他にシールドを身にまとうことができ、自分の耐久力を上げることができます。ただこれは先ほど紹介したスペルブレイクのように最初からついているものではなく、ゲームを進行して宝箱の中から見つける必要があります。幸いゲットの確率はそこまで低くないので、普通にプレイしていればゲットできるアイテムになっています。さらに今作では倒されてもまだ救済措置があり、プレイヤーは HP が0になると鳥の姿になり、その状態では動くことしかできないのですが、30秒間逃げ続けると復活できるので、倒されても生き返ることができるんですね。これは初心者には非常に優しいゲーム性になっていると思いました。このおかげで僕は初心者にもかかわらず4人のチーム戦で2回連続で1位になることができました。2つ目はチキンが可愛い点。今作は先ほども説明したように HP が0になると鶏になって30秒間の間逃げ続けないといけないんですが、その逃げ惑う姿が非常に可愛いんです。歩く時に独特な鳴き声を出すので居場所を知られてしまう欠点もあるんですけどね。そしてその鶏さえも倒されてしまうと羽が飛び散って死んでしまうので、なんとも儚い倒され方も可愛い理由でしょう。本作では馬などをいつでも呼び出せるのですが、その馬を違う生き物に変えたりする時などに課金要素があります。あとはバトルロイヤル特有の見た目の変更ですね。なのでゲームプレイ自体には優劣がつくことはないので、平等に楽しむことができる作品でした。最後に紹介するゲームはこちら、ワールド・オブ・タンクス・ブリッツです。本作はスイッチで2020年8月26日に配信開始になったシューティングアクションゲームになっています。開発元はウォーゲーミングというオンラインゲーム会社が手掛けた作品になっています。
どんなゲームか分かりやすく説明すると、プレイヤーは戦車を使って陣地を奪うか敵の戦車を全滅させるかを競うゲームになっています。それでは今作のどこが神ゲーなのか。戦車の種類によって戦略が変わってくるという点。タイトルにタンクという名前がある通り、プレイヤーは戦車を操作するのですが、戦車の中にも移動が速い戦車や耐久力が高い戦車と様々な種類の戦車があるので、戦車に応じて戦い方を変える戦略性は非常に面白いと感じました。本作では相手の戦車を全滅させるか拠点を取るかの2つが勝利条件になるのですが、この2つの勝利条件どちらを優先するかで戦車の戦い方もかなり変わってきます。例えば耐久力の高い戦車であれば拠点を取るのに適していたり、耐久が低い味方の戦車の壁になってあげたりと、一つの戦車で様々な役割ができる点はまさに戦略性を感じられるゲーム。いかがだったでしょうか。ソシャゲなどでは無課金と課金者の差がかなり浮き彫りになってしまいますが、今回紹介したゲームはいずれも課金する必要がない、課金しなくてもプレイヤースキルだけで勝ち進んでいけるゲームばかりです。ぜひこれを機にプレイしてみてはどうでしょうか。このチャンネルでは神&クソゲーと両極端なゲームを紹介しているので、ぜひこれを機に登録の方をお願いします。それでは次回のゲーム紹介でお会いしましょう。